こんにちは、ゆうせいです。ラルカナに到着しました。で、これからモヘンジョダロに行きたいと思うんですけど、街中で声かけてくれた人と一緒に行くことになりました。で、今回はこのバイクで行きます。では、レッツゴー。アッサラムアレイコム、ゆうせいです。第10話、インダスの古代都市。前回はカラチからモヘンジョダロの拠点の町ラルカナへ移動する様子をお伝えしました。今回はモヘンジョダロを訪れます。それではどうぞ。今彼にラルカナの街を案内してもらってます。ここはね、野菜売ってる市場だそうです。本当に野菜だけ売ってる。わお。potatoes, carrot, everything is I think use dhana yes. इस वाला कहने के घुमाया तो था छड़े बहुत देखा रहे तो तहे सा खाई नहीं अंग्रेजा ほうれん草みたいなやつと、あとパクチーですね。青唐辛子、トマト、おお、ナスもカリフラワーも売ってる。なんか野菜は日本と同じような感じだ。この街中に牛がいます。ここは魚の市場です。このマーケットは100年ぐらいの歴史があるそうです。Looking this door. Oh, wow. This is looking fish market. Yes. これ全部魚だけ売ってる。ここのねマーケットはね全部種類別に分かれてます。魚、野菜、肉って感じで。This is Friday the close. ここは有名なインダス川です。めちゃくちゃでかい。でこのね向こうにイスラマバードとかがあって、でこっちにモヘンジョダロがあるみたいです。さあそれでは今からモヘンジョダロに行きたいと思います。モヘンジョダロに到着しました。モヘンジョダロは歴史の教科書に必ず出てくるのでみんな聞いたことがあると思います。で世界遺産にも登録されてて結構有名なのでなんだろう、アクセスしやすいかと思いきや、ここに来るまでにカラチからなんと12時間ぐらいかかりました。めちゃくちゃしんどかった。でその道中については前の動画で紹介してるのでそちらを見てもらえばと思います。で簡単に説明すると、カラチからラルカナに電車で行って、そこから、バイクで来ました。本当はタクシーとかをチャーターする必要があるんですけど、今回街で出会った人にバイクで乗せてきてもらいました。では早速モヘンジョダロに行ってみましょう。入場料は300ルピーで、博物館が別途300ルピーかかります。でモヘンジョダロってそもそも何かというと、インダス文明の古代都市です。ジャパン。Yes. Hello. Pakistani. Yeah. Yes, Oh, pure okay. Pakistani. Which city? Larkana. Pure Oh, Larkana. Larkana. Native peoples. Okay. We are native peoples. Okay. モヘンジョダロはインダス文明の、古代都市なんですけど、そもそもインダス文明っていうのは例えば中国の中国文明、それからピラミッドで有名なエジプト文明、あとはイラクのメソポタミア文明と並ぶ世界4大文明の一つです。パキスタンのちょうど中央あたりをね縦に流れている大きいインダス川っていう川があって、その周辺に栄えた文明です。インダス文明ってアフガニスタン、パキスタン、インドに実は、2600個ぐらい遺跡があるらしいです。その2600個ぐらいある遺跡の中でも一番最大なのがここのモヘンジョダロということです。でモヘンジョダロは紀元前2600年から1700年頃に栄えました。And 5000 years old for this and cities and Mondaro, Larkana to and Dokri. Yes. そう、今からだいたい5000年ぐらい前です。紀元前なので
今から5000年ぐらい前に栄えた古代都市なんです。めちゃくちゃすごくないですか？超長い歴史があります。私の高校時代の歴史の先生に毎授業ひたすらね歴史についてこう語る先生がいたんですけど、楽しそうに語る先生がいて、でその授業にもモヘンジョダロって出てきたし、で教科書にももちろん載っている、そういうところにね今こう来てるので、めちゃくちゃワクワクして興奮してます。なんかロマンを感じますね。で今遠くに見えているストゥーパ、ドーム型のものがあると思うんですけど、あれは仏塔で、ここが発掘される前は仏塔だけ見えてたんですね。なので古代都市ではなくて仏教遺跡だと最初は思われてたみたいです。ただ1921年に発掘が始まったんですけど、それで古代都市だということが分かったらしいです。Our location very good. でモヘンジョダロのすごいところは、こうやって5000年前の遺跡、古代都市なのにインフラ整備がめちゃくちゃ整ってて、例えばこれ下水をこう流す設備です。で実はね、各家庭にお風呂とかトイレとかキッチンとかがあって、でそれをこう下水でちゃんと流して一箇所に集めて、でインダス川にこう流してたらしいんですよ。これをね5000年前からやってたってね、相当すごいと思います。ここは公衆浴場です。こういうのもね5000年前からあったんですよ。やっぱねモヘンジョダロというかインダス文明はねすごいですね、技術が。でしかもこの浴場ねレンガでできてるんですけど、その周りにタールをこう塗って防水加工してたらしいです。そんなことまでしちゃうのか。こんな感じでね側溝があって、下水道をこうちゃんと整備しています。それではストゥーパの方に行きたいと思います。いや、上に登るとねまた景色がすごい。このストゥーパ高さがね15メートルぐらいあるらしいです。でこれはインダス文明が栄えた頃に作られたものじゃなくて、1世紀か2世紀頃にインダス文明のこの遺跡の上に作ったものらしいです。みんな写真撮っててこう集まってくれた人たちです。Thank you。 また声かけてくれました。クリア。Thank you。 このエリアは DK エリアといって貴族とか、職人が住んでいたエリアです。で細かい家がたくさんあって、保存状態がいい家だと間取りがねちゃんと確認できるらしいです。OK。 こんな感じ。ここはね大通りらしくて、この通りめちゃくちゃ広いです。でなんか周りにはねちっちゃい商店がこう並んでて、でマーケットみたいな感じになってたらしいです。この辺はね一般の住民の家だったみたいです。確かにねこうやって見るとね間取りがわかる気がします。で一般家庭にもお風呂とトイレがあったっていうのがねめちゃくちゃすごいですよね。しかもトイレってね水洗トイレだったらしいですよ。OK。Hello. Hello. Hey. この通りモヘンジョダロ、さっき言ったストゥーパと、それからその次に行ったなんだっけ、貴族とか職人の町、そしてこっちにもね町が広がっててめちゃくちゃ広いです。やっぱりね最大級、インダス文明の最大級のね都市ってことでめちゃくちゃでかいです。ということでモヘンジョダロを今見てきたわけですけど、このねモヘンジョダロというかインダス文明がどうして滅びたのか、違うかな、モヘンジョダロがどうして滅びたのかな、それがね全く分かってないそうで、いくつか説があるんですけど、一つ目が、古代核戦争で、なんでかっていうとモヘンジョダロからありえない量の放射性物質が発見されたそうです。でもう一つが、水害によるもの、近くにインダス川が流れているので水害によるものかもしれない。でもう一つが逆に干ばつかもしれない。インダス川の近くに作って、その緑豊かで水も豊富っていうその文明にしたのに、干ばつがひどくなったから住めなくなったんじゃないか、こういうね3つのね説があります。ただ実際どれが正しいのかっていうのは分かってない。すごく不思議よね。では今回の動画はこの辺で終わりにしたいと思います。ではさようなら。
もし面白いと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をしていただけるとありがたいです。それではまた次回お会いしましょう。